日本政府が1990年代以降いろんな取り組みをしてきたことは確かです。1993年には河野洋平官房長官の談話を発表して、それまでの調査結果も公表しましたね。それから95年からアジア女性基金という財団法人を設立して、一部の被害者に償い金を渡すという事業を行ったりもしました。2015年には日本と韓国の外務大臣が会談して、慰安婦問題の最終的かつ不可逆な解決を確認したと発表しました。日本軍慰安婦問題ですね、その制度の被害者はアジア太平洋各地に広がっていますが、ここでは朝鮮半島に限ってお話をしていきます。問題の解決というときに少なくとも2つのことを区別する必要があります。一つは被害者個々人にとっての解決、もう一つはその被害者が属する国にとっての解決ですね。この2つを少なくとも区別する必要があります。まず国レベルで見た場合、南北コリアのうち北の朝鮮民主主義人民共和国と日本とはそもそも国交すら現在ありません。北にも当然被害者がいるんですけれども、慰安婦問題を含めた日本の歴史的責任の問題は全く解決を見ないまま現在に至っています。これ一つとっても慰安婦問題がまだ解決済みではないということがわかるかと思います。はい、韓国とは1965年に国交を結びました。日韓条約を結んだわけですね。その際にかつての請求権を相互に放棄するということに合意しました。請求権というのは、例えばかつて置いてきた財産を返してほしいと要求したり、受けた被害に対して損害賠償を要求したりというような、そういう権利のことです。それを日韓の両政府がですね、共に放棄をしたということで、日本政府はそのことをもって日韓間での問題は解決済みだと主張しているわけですね。しかしこの時放棄された請求権ではあくまでも国による請求権です。外交法権と言います。それも財産などの面で損害を被った国民に代わって国が請求する権利を失ったということなんですね。したがって被害を受けた個々人が相手の国や企業に対して賠償を要求したりする権利までは日韓条約によってもなくなってはいないわけです。このことは日本政府も公の場で認めているところです。ということは、被害者個々人にとっては日韓条約では最終的な解決などになってないということになります。被害当事者による裁判が数多く行われてきたのもこのためですね。アジア女性基金もですね、日本の法的責任の否認というですね、大前提の上で設置されていたもので、多くの被害当事者からの反発を受けたという事実があります。もしですね、被害を受けた人が加害者側から次のようなことを言われたらどう思うか考えてみたらいいかと思います。責任の所在はともかくとして苦しい思いをしたんだからごめんねというふうにして言われて、で金を差し出されたとしたらどう思うか、想像してみれば問題がどこにあるかというのは分かるんではないかと思います。2015年の日韓合意も被害者個々人を置き去りにして政府間の妥結を急いだという点で問題があります。国連の女性差別撤廃委員会でも被害者中心のやり方ではないというふうに批判されました。そしてこの合意によっても個人の請求権を消滅させることはできません。当事者抜きに平和の少女像問題まで混ぜこぜにして政府の担当者だけで結んだ合意などによっては最終的な解決などには決してなり得ないというふうに言えると思います。